はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月前半の星の動きとあとタロットリーディングを通して今のこの流れの中でどんな気づきがあるのかを一緒に見てみたいと思います。よろしくお願いします。意識がねこう広がることによってこれまで問題だと思っていたものがこうちょっと軽くなったりとか、自然と解決策に気がついたりとか、また自分のやりたい方向にねこう向かっていけるようなそんなヒントをお届けできたらいいなと思っています。よろしくお願いします。いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。皇帝の逆、ペンタクルス9の逆、カップのナイト、そしてペンタクルスの5、鳳凰の逆、これさっきもちらっと見えてますね。そして死神、そして吊るし人の逆位置、はい、気をつけることや対策がワンドの9の逆と、そしてペンタクルスのキング逆、そして最後のオラクルはですね、これはソードの2ですね。なるほど。ちょっと見てみます。すごく興味深い内容になってますね。まず星の動きなんですけれども、3月31日からこの愛情とかお金とか美しさとか価値を表す金星という惑星がね牡牛座に入ることによって、お羊座さんにとってはちょっとお金に対して優しくなるみたいな感じがあります。一般的に言うと金運が上がるとか、お金に縁ができやすいとか、お金に価値をもっと見出すみたいな時なんですけど、シンプルにいいとか悪いとかって言える感じではなくって、その人にとってのお金の価値っていう見方が変わったり、ありがたさが増したりとか、結果それがたくさん入ってくることもあるかもしれないし、大切に使うということもあるかもしれないし、お金の価値っていうものが改めて見えてくるのかもしれないなと思いました。それともう一つ、やっぱりお金と同時にいつも私たちの感覚っていうものが関係してくるんですけど、自分の感覚、自分にとっての価値観っていうものをもう一度見直して、自分をもっと認めてあげようとか、そういった感じになってくる方もいらっしゃるかもしれませんね。そして4月の前半っていうのは、今お誕生日シーズンだと思いますのでおめでとうございます。4月の前半って本当にやっぱりお羊座のエネルギーっていうのはね、前に進むとか新しく始めるっていうエネルギーが強くて、4月の10日には火星というバイタリティとか切り開いていく力っていうものも、惑星もお羊座に入るので、とっても勢いが増すんです。もちろん今の土星というね、こうコツコツいきましょうというエネルギーもお羊座に入っていますが、何かご自身がここから進めていきたいこと、責任を持って時間をかけてやりたいということに対してきっかけとなることとか勢いっていうのが出てくるんですね。これは4月の10日から入って、実は5月19日まであるので、もう本当にこの春の勢いっていうのはすごいなと思います。いい意味で風が吹いている、その風に乗っていけるみたいな感じです。はい、なのですごく勢いがある時だし、自分がこれからどうしていくんだろうみたいなことを考えさせられる時だろうなと思うんです。そしてね、カードで見た時に入り口がエンペラーっていうカードなので、これ逆位置なんですけど、自分がこれまでやってきたことを誇りに思っているっていうカードでもあると思います。また自分がこれまでやってきたことを誇りに思って収めたいみたいな、そういう気持ちもあるのかなというふうに思いました。なぜならばやっぱり逆位置だからなんですよね。正位置だったらこのままこのエネルギーでいくぞみたいな感じかもしれませんけど、今までのやり方とちょっと変えていきたいっていう感じがあるんです。もう一つ自分は終えたからとか、もう何かを完成させたから、そこをさらに肥やしていくのではなく、それを置いてちょっと違う道を行きたいなみたいな、そんな感じがあるのかなと思ったんです。そして人生そのものでいくと、すごく豊かな始まりなんですけども、まだそれがこれがこうなって、あれがこうなってこうなって、こうやって続いていくんだなっていうのは見えにくい時なんですよね。後ろを振り返ると、あれとあれがつながってたのかって、よく点と点がつながるっていうふうに言いますけど、それは振り返ると見えるもので、先は見えないみたいな感じでも、そこの先を見ようとして
なんかちょっと空回りしやすいのかなって感じがありました。そしてここに至るまでの間にやはり何か手を差し伸べてくれる方だったりとか、協力してくれる方とか、関わってる人の優しさとかアイデアをサポートしてくれたりとか、そういうのもあるのかなと思いますし、なんかこの皇帝ってものすごく強いんですよね。強くて硬くて世界を治めるパワーがあるみたいな、そんな感じなんですけど、そこから少しなんかこう優しい、情緒深いというかね、精神を大切にしていこうみたいな、人の気持ちを大事にしていきたいとか、自分の気持ちもなんか無限にしたり無視したりせず、自分の中に生まれてくる感覚を大事にしていきたいみたいな、ちょっと優しく溶けていってる感じがあるんです。まさにこれ土星と海王星って感じなんですけど、なんかそういう優しい感覚がなんか増えていってるっていう感じがするんですね。でもそうなると途端にこれまでやってきたやり方はもう本当になんかガッタンゴットン言いながら汽車が進んでるみたいな感じで、こっちはもっとふわーっと優しくだから、本当にこれで食べていけるのかとか、本当にこれで私はやっていけるのかみたいな、ちょっとした戸惑いもあるのかなと思いました。やはり今ここがペンタクスの5というカードが出ていて、ペンタクスの5っていうのは本当に自分の価値が見えないとか、ないものを探して不安になるみたいな、そんな感じがあるんです。でちょうどこの3月の末からね、このお金というものや自分の価値というものがすごく際立ってくる時なので、さっき言った私がお金に対して優しくなるって言ったんですけれども、中にはあれお金このままだったらやばいんじゃないみたいな気持ちになる人もいるかもしれないし、逆に改めてそのお金というもので自分を鼓舞していたとしたら、自分はこんだけ稼げるぞとか、こんなに使えるんだぞっていうところで自分を認めていたとしたら、その感覚っていうのが優しくなって、必要なものでちゃんとやっていけるみたいな感覚になったり、なんか盛らなくていいっていうのかな、無理にそのお金を稼いだり、その不安材料を埋めるためにたくさん蓄えなきゃいけないっていう感覚が減ってきたりとか、そういうのもあるのかもしれません。要するに感覚や価値観っていうのがすごく変わってきてるんですね。なぜならばここに至るまでにやっぱり愛情とか優しさがあるからです。それが入ってきてるからです。硬いものじゃなくていいみたいな感じ。でもそうかと思ったら、いや現実はお金稼がないとみたいな、そういうことかも、そういうふうなちょっとしたね葛藤もあるのかもしれませんね。お誕生日ね、もう迎えてる方もいらっしゃると思うんですけど、迎える前っていうのはやっぱりちょっとドキドキしたりとかナイーブになったりとかしやすい時なので、あれなんかおかしいなって思うかもしれませんけど、なんていうのかな、やっぱり去年の自分はもういないみたいな感じなんですよ、その流れ的にね。なので新しい自分を手探りで探していってるところって感じかもしれません。そしてここからですね、やっぱり何かを掴んでいたいんだっていうその安心材料というか、まるでなんか哲学意識とか宗教的な考えとか、世の中ってこういうもんだよねみたいな、そういう信念みたいなものを自分の中で持っていたいんだって思うかもしれないんですけど、本当に今まっさらにしましょうみたいな感じがあるんです。なのでちょっとここであれって前思ってたことやっぱり違うかもみたいな、そういう思いがあります。死神のカードっていうのは時代が終わるっていうカードなんですね。でもうここでも自分はもう前と同じやり方やりたくないと言ってるわけで、それに対してちょっと戸惑いはあるんですけど、やっぱり違うんだと、とにかく整理していこうみたいな形でね、何かを整理していく流れが始まる感じがします。そしてここで吊るし人というカードが出ているので、よくよく自分自身や今起きていることを通して、今これは何に気づくんだろうっていうことを本当にアンテナを張り巡らせておいてほしいんですね。7月の10日って火星がね、そのお羊座に入ってきたら勢い出てきます。なんか急に走りたくなるみたいな感じなので、体を動かしたいとか、なんかエネルギーを燃やしたいみたいな感覚になってるっていうのはとてもいいことなんですけど、物事を動かそうとするってなると、環境を変えようとかですね、自分が引っ越しするとかそんなのは好きにできることだと思うんですけど、他者を変えたいとか環境を動かしたいってなると、なかなか動かしにくいんですね。なのでなんか自分が何に
焦っていたんだろうとか、何を変えたいと思っていたんだろうっていうことをなんかちょっとヒントにしていただくといい気づきがあるのかなと思いました。ちょっとヒント見てみましょうか。なるほど。なんかね、感情ばっかり出てきてますカップの2とか4、4とか6とかなので、自分の気持ちをちゃんと伝えて相手に分かってもらわないと進まないって思っていたかもしれないけれど、もっと物事自体を信頼してみようみたいな、そんな感じかもしれません。自分が一人で動かないとなんとかならないと思っていたけれど、もう少し大きな視点で見たら物事ってちゃんとスムーズにちゃんと収まるところに収まってるっていうことかもしれません。この吊るし人っていうのも本当に物事を逆に見てみてとか、違う方面から見てみるととっても大事なことに気がつくよっていうカードなんですね。無理に何かを進めていくっていうことをどちらかというと止められてる感じなんです。動きづらいみたいな。でよくあるのが、よく例えられるのがね、健康だと思って無茶はいつもしてるけど、なんか怪我をして動けなくなった時には本当に動けるってありがたいことだなとか、自分の体が動くってすごく本当はいいことだったんだって気がつくみたいな。なので何か本当に今せっかくもう土星も来てて、これから新しい流れが始まるで、自分の感覚も緩んできている、そしてバイタリティが復活してきてるっていう時に、どっちの方向に自分を進めていきたいんですか、どうありたいんですかっていうことを本当になんか現れてる感じがします。ジャブジャブと選択されてる感じなので、すぐにじゃあもうこっちですっていうふうに決めなくていいよって感じがしました。やっぱり対策として言われてるカードがワンドの9っていうのは、もうちょっと準備してもいいんだよみたいな、そんなに慌てなくてもいいよっていうカードでもありますし、もう一つがカップペンタクスのキングということで、キングの経験っていうのはもうお羊座さんの中にありますよねみたいな。なので慌てて絶対にこれを何とかしなければいけないんだっていうわけではないですよっていうふうに言われてるんですね。そしてこのオラクルとして言われてるのが、ね、ピースだそうです。平和にねみたいな感じ。火星っていうのはすごいそのバイタリティとして使えるので、何かを進めていくとかチャレンジするとかっていうエネルギーとしてはすごくいいんですけど、平和に行きましょうみたいな、自分にとっての平和って何ですかみたいな、そんなお問い合わせかなって思いました。なんか誰かに負けたくないとか、自分が損をしたくないとか、そういった意識で行くとなんか焦ったり、何かを変えなくちゃって思うけど、さっき言った優しい気持ちだったりとか、本当にそれは負けなのか、負けじゃないよねっていう、そんな感じがあって、じゃあこれをやったら自分は勝ちだと思ってるけど、それは本当に勝ちなんですか、いや勝ちじゃないよねっていうところで、いや本当にとっての自分の平和って何ですかねっていうことをなんか考えさせられる前半なんだなって思いました。なんかすごく勢いがあるからめちゃくちゃいいくて、なんか進むよみたいなのに出るのかなと思ったら、意外と勢いのままに行ってごまかさないでみたいな、そんな感じがあって、もっともっと大事な、本当に大事なところに触れていくんだよ今からっていう感じだったんですよね。不思議ですね。いかがでしょうか。ちょっとこれを踏まえてお仕事見てみますね。でもなんとなくそんな気がする。今本当に意識がね上がってるって言うとまた変な誤解を生みますけど、意識が変わってきてる人たちって多いんじゃないかなと思います。なんかそれが出てる気がします。ちょっとお仕事見てますね。仕事また出ましたね、ソードの2、節制デビルギャップということで本当にねお仕事慌てなくて大丈夫ですみたいな、そんな感じですね。とっても大事な分岐点にいるっていう感じがします。これは節制っていうのはもう本当に今の場所から自分が理想とする場所に橋がかかるよみたいな意味もあったり、自分のなんか
ダメだと思ってたところができるようになるよとか、自分にとっての理想の仕事の在り方っていうものに今手をかけようとしてるみたいな、それができようとしてるみたいな、そんな感じなんですけれども、でもそれってこれまでと同じような感じでご利用ししてやっていくんじゃないんですよみたいな感じがあって、このレベルの逆位置が出てるってことは、何かその自分を縛っていたものや、これをやろうとしてるその前提となる自分の意識っていうものを外していくよっていうふうに言われていて、そのためにはさっきのね、これとこれ実は同じカードなんですよ。ちょっと見え方がねデッキによって違いますけど、静かに目を閉じて穏やかな心でいれば答えがわかるみたいな、そんな感じかもしれません。とても内側の気づきがとても大事だなって感じがしました。なので外側の状態だけ見ると、そのあれができてないとかこれが準備できてないみたいな感じもあるかもしれないけど、さらにその奥はちゃんと流れてるんですね。道がちゃんと自分が歩いてる道がなんかちょっとデコボコしてるように感じるかもしれないし、なかなか扉が開かないなと思ってるかもしれないんですけど、もっと奥の層ではちゃんと優しさだったりとか愛情だったりとか自分が心地いい道っていうのはちゃんとあるので、そこに気づくまでにはやっぱり少し時間がかかるのかなって感じがしました。もし仕事で何か揺れてることがあったら、とにかく落ち着きましょうみたいな、そんな感じです。慌てなくていいんですよみたいなね、そんな感じがしましたよ。何か通じましたでしょうか。そしてちょっと人間関係見てみますね。人間関係がジャスティス、ワンドの8、女教皇ということで、人間関係は強いです。濃いです。なんか急激に引き合っていくみたいな感じがあるので、なんか遠くの人とも関わりが増えたりとか、その関係性っていうものが関わらない人は関わらなくなっていくし、関わる人はもっと関わっていくみたいな、そういう感じで自分の中でもなんだかすごくこう人と関わる時間と関わらない時間の差が大きくなっていくのかなって感じがしました。ただジャスティスっていうカードも出ているのでね、こうやっぱりバランスをとって他者とは関わっていくよっていうふうに言われているので、それは心配ないんです。なんか急激にね、こうちょっとヒントというかアドバイスとして感じるのが、その対人に対して、この人は合う人だ、この人は合わない人だみたいに白黒はっきりつけなくていいですよっていう感じがしました。白黒はっきりつける方が自分がすっきりするとか、なんか後腐れなくていいわって思われてるかもしれないんですけど、今なんだかとても222ってすごい出てて、やっぱり2っていうのはこう入れ替わったりするんですね。裏表になったりとか入れ替わったりするカードなので、この何か大事なものに気がつくんだなって感じがするんです。なのでどのような人であったとしても、この人苦手と思ってもものすごく大事なことを教えてくれる人だったりするかもしれないし、自分の中で勝手に自分のフィルターで相手を批判したり相手を決めつけないようにだけ注意していただきたいなと思いました。なぜならば本当にいろんな可能性が飛んできて、いろんな人と関わる可能性があるので、そこからすごく豊かなものを感じられる前触れっていう感じがします。これはね、はい、そんな感じです。いかがでしょう。何か皆さんヒントになりましたでしょうか。ヒントになったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてくださいね。では最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思います。お羊座さん、これかな。これどうでしょう。このカードを見て皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってくださいね。はい、いいですね。サレンダー。なんかやっぱり何かこう今起こってますよねお羊座さんね。今までのタスクだったりとか時間の管理だったりとか、何かやらなくちゃと思ってたものからちょっと置いてフレッシュな空気を吸いに行きましょうみたいな、そんな感じかもしれません。はい、ということでありがとうございました。ぜひ気づきの多い豊かな時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。